カンバラを聞こう。皆さんこんにちは。アンニョンガセヨ、風花です。3月に入りましたね。まだ収録の段階では寒いんですけれども、徐々に日差しが柔らかくなっているというか、春が近づいてきているような感じがしますね。今年は2月の末あたりから一気に花粉が飛んでいるようで、外来でも花粉症の症状で受診される方が増えてますね。で、私はスギ花粉症はそこまでひどくないんですけれども、それでも外に出ると目がかゆくてくしゃみを連発しております。幸い薬を飲んでいれば鼻づまりはそこまでひどくないので、今回も予定通りレコーディングはしたんですけれども、やはり喉や鼻の粘膜が腫れると声の抜けが悪かったりですとか、意図しない部分で声がかすれてしまったりして、ちょっとね、扱いにくい時期ではあります。ただコンディションが悪くても一定以上のクオリティで歌えるのは重要なことなので、花粉症の時期はその練習になると思ってね、前向きに捉えています。人生ずっと万全の体調でいられるわけではないですからね、無理のない範囲で放送を続けていきたいと思っております。さて、今月は先月に引き続きこすり企画ということで、これまでの放送で人気のあった歌手の楽曲を再びカバーするという企画でございます。今回はメロマンスさんの僕たちの話ウリエイヤギという曲ですね。外国語タイトルは英語で Our Story という題名がついている楽曲をカバーして紹介します。メロマンスさんの楽曲はちょうど1年前、去年の3月にラブメイビーですね、サランギンガバという曲をカバーして紹介しました。この回が特にポッドキャストでは人気なんですよね。このラブメイビーという曲は社内お見合いというドラマの OST だったので、今回もドラマ OST になっているメロマンスさんの曲を選ぼうとね、思っておりました。今日紹介する曲 Our Story はですね、2021年のドラマユミの細胞たちの OST なんですね。ユミの細胞たちの原作はウェブ漫画で、イ・ドンゴンさんという男性作家さんが2015年からネイバーのウェブトーンで漫画の連載を開始した作品なんですね。韓国では漫画の段階から非常に人気があった作品だそうで、韓国語の先生は学生時代に愛読していたとおっしゃっていました。原作者のイ・ドンゴンさんは現在40代の男性なんですけれども、主人公のユミさん、つまり女性の心理描写が非常に的確に表現されているということでも注目されていた作品だそうですね。タイトルは細胞たちとなっているんですけれども、実際には人間の脳内に渦巻く感情だったり能力に名前がついているようなイメージなんですね。愛を司る愛細胞ですとか、理性を司る理性細胞、不安を司る不安細胞などですね、各感情ごとにいろんな細胞が人間の脳内にいてですね、日常生活だったり恋人との対話の中で、今どんな状況なのかというのを細胞たちが分析したり、どうやって返事するかなどをですね、ユミの脳内で細胞同士が常に話し合っているんですよね。ドラマをご覧になった方はどの細胞が好きでしたか？私はプライド細胞が好きでしたね。プライドを司る細胞ということで、結構男前な発言をしたり、はっきりした態度をしててですね、あの細胞が一番私は好きでした。ドラマでは現実世界でのユミの日々は実写で描かれていて、脳内の細胞村での様子は 3D アニメーションで制作されて、それが交互に描かれているんですね。ストーリーの内容自体は誰の人生にも起こりうる、平凡な恋愛模様なんですけれども、細胞たちが人間の内面の感情変化を解説してくれる感じでですね、見せ方が新しいタイプの韓国ドラマだと思いました。で、人気があったということで翌年にはシーズン2も放送されていますね。ドラマで主人公のユミを演じているのが我らがトッケビでおなじみのキム・ゴウンさんで、恋人役のウンさんを演じているのがアン・ボヒョンさんです。
キム・ゴウンさんの演技がね素晴らしいのはもう分かりきっているんですけれども、この作品は細胞たちのアニメのシーンと現実のドラマシーンが交互に描かれるので、アニメの部分で細胞たちが話し合ってる内容と現実の演技をリンクさせる必要があるんですけれども、キム・ゴウンさんがね本当にその通りの表情を浮かべるんですよ。それがとても上手で見どころだと思います。そして恋人役を演じているアン・ボヒョンさんはイテウォンクラスの悪役の方なんですよね。イテウォンクラスの時は主人公パクセロイの因縁の相手で、チャンガのドラ息子でねめちゃくちゃ嫌なやつっていう印象だったので、このユミの細胞たちでのあまりのね爽やかな外見に驚きましたね。で表情や立ち振る舞いも他の作品とはまた全然違ってですね、本当にいろんな役柄を演じられる俳優さんだと思います。アン・ボヒョンさんは5月に日本でのファンミーティングも予定しているそうなので、今後の活躍も楽しみですよね。では続いて今日紹介する曲の話題に入っていきます。メンロマンスさんの来歴についてはラブメイビーをカバーした回でお話ししたんですけれども、ボーカルのキム・ミンソクさんとピアノ担当のチョンドファンさんのお二人のユニットですね。作詞作曲もご本人たちで担当していることが多くて、いわゆるシンガーソングライター的なユニットです。今日紹介する曲ウリエイヤギOur Story という曲は秋に発表された曲なんですけど、個人的にボーカルのキム・ミンソクさんの歌声が温かくて柔らかい春のイメージなんですよね。ちょうど今頃寒さが和らいで空気が緩んできた頃に聴きたくなる歌声なので、今回も3月に紹介することにしました。以前にもお話ししたことがあるんですけれども、ボーカルのキム・ミンソクさんが高い声を出す時にも表情を一切変えないんですよね。彼はポーカーフェイスなんですかね。あまり歌声が顔に出ないタイプというかですね、涼しいお顔のまま高音を連発するんですよ。韓国のバラード歌手は顔を歪めて熱唱する人が多いので、表情を変えずに歌う姿が印象的なのか、韓国ではシモンズ商法と呼ばれているそうですよ。高級ベッドのシモンズのように柔らかい声を軽々と出しているという意味だそうですね。なんとも秀逸な表現だと思います。シモンズ本当に素晴らしいですよね。で、私もホテルを選ぶときはベッドがシモンズかどうかを重視してね、間取りより広さよりシモンズ優先という感じで選んでいるんですけれども、キム・ミンソクさんのイメージにもねよく合っていると思います。続いて今日カバーする曲 Our Story の歌詞の内容紹介に入っていきます。この曲は作詞キム・ミンソクさん、作曲がメンロマンスのお二人というクレジットになっていて、自作曲ということですね。歌詞の内容は恋愛の一番楽しい時期の高揚感が描かれている明るい内容です。この番組では別れの曲を紹介することが多いので、結構珍しいタイプの楽曲ですけれども、幸せな歌なので結婚式のチュッカで歌ってもいいかもしれないですね。では歌詞の内容を紹介していきます。今日は1番の歌詞を紹介しますね。홀로 집에 돌아오던 나날들은、一人で家に帰ってきた日々は지친 맘을 안아주는 날이 됐고、疲れた心を抱いてくれる日々になって、외로움이 가득 차 있던、寂しさでいっぱいだった텅 빈 시간은、空っぽの時間は우리 추억이 채웠죠、僕たちの思い出で満たされたよという始まりです。恋人と出会って恋が始まったことで孤独が癒された様子が歌われていますね。続いて B メロの歌詞です。요즘 좋은 일 있냐고、最近いいことがあるのかと、내 표정이 밝다고、僕の表情が明るいと、사람들이 그랬죠、みんなが言ったよ。바뀐 건、変わったことは、내가 사랑하는 사람에게、僕が愛する人から사랑받고 있다는 그 사실、愛されているというその事実、하나인 걸、一つなんだという歌詞ですね。友達からも聞かれてるんですね。最近なんかいいことあったんかみたいにね。
で、愛する人から愛されている幸せによって自分に自信が持てているというか、自己肯定感が上がっているようなね、歌詞ですよね。続いてサビの部分の歌詞に行きます。특별할 것 없는 이야기로特別なことがない話でも하루 종일 너무 즐겁죠.一日中とても楽しいよ。누군가 내게 소중한 사람이 되는 건誰かが僕にとって大切な人になることは내가 보낸 시간을僕が過ごした時間を사랑하게 만들죠.愛させるよという歌詞です。まあ浮かれていますよね。でも私はこのサビの後半部分の歌詞が好きです。大切な人ができることでその人と出会うまでの自分の人生の時間も肯定できるという意味でしょうね。でこのあたりの歌詞がね、結婚式でのチュッカにもよく合うと思います。では曲を聴いてみてください。メンロマンスさんの Our Story という曲をカバーしました。はい、いかがでしたでしょうか。今回のカラオケ音源はピアノとカホンの音で作っています。メンロマンスさんの原曲はもっとリズミカルなんですけれども、私は少しバラードのテイストを入れてカバーしてみました。もちろん明るく歌うのがよく合う曲なんですけれども、まあ私の性格的な部分と、あと年齢もねガチの30代ということもあってですね、恋愛や人生においてこういった浮かれた時間が永遠ではないことはまあすでによく理解してしまってるわけですよ。なので今回はその幸せの刹那を慈しむような気持ちで歌いました。歌においてもですね、全く経験したことのない感情を表現するのは難しいと思うんですよね。でも歌詞に自分の経験とリンクする部分を見出して歌の主人公の気持ちを連想することで自分なりの表現が生まれてくるんですね。それも歌の面白さだと思っています。この曲はメロディーのアップダウンがはっきりしているので比較的表現はしやすいんですけれども、音域が広くてですね、久しぶりに2オクターブを超えているという楽曲でした。そして韓国語の発音がすごく難しいんですよ。はっこかったみたいなね、日本語で言うとちっちゃいツーが入るポイントが多いんですよね。でその短く息を止めるポイントが音楽的には休符に当たるので、歌いながら声を出していない部分もリズムに当てはめていくような感覚があるんですよね。きっと韓国語ネイティブの方は何ともないことなんでしょうけれども、日本語にはない感覚なのでね、私もずっと韓国語の歌を歌ってきてだいぶ慣れてはきたんですけれども、この曲はね発音が難しい曲でございました。今日 YouTube に歌ってみた動画が上がります。 YouTube の方は韓国語歌詞を動画内に表示しています。その他の外国語字幕は YouTube 字幕でお楽しみください。概要欄の質問箱からメッセージや質問、リクエストなどぜひ気軽に送ってください。日本語でも韓国語でも英語でも大丈夫です。ではまた次の放送でお会いしましょう。さようなら。 OK、 ちょうどいい長さだ。